はい、皆さんこんにちは。皆さん今日は神回ですよ。多分皆さんが初めて聞くであろう都市伝説になります。オンラインサロンとかね、他の場所ではちょいちょい話したことがあるんですけど、このね、メインチャンネルで正式的に話すのは初めてです。正直言うと、どれぐらいやばい話なのかもわからないし、ここで話していいのかもわかんないんだけど、僕も実体験でもあり、みんなと共有して話し合うのが僕のスタイルなので、とりあえず話しちゃいますね。事の発端は3年ぐらい前に遡るんですけど、ある方から僕の元に連絡が来まして、その方の話がかなり興味深いものだったんです。見バレ防止のために A さんと呼ぶことにしますね。では A さんの話がこちらです。A さんは25歳の時におじい様が亡くなってしまってお葬式に出席したんです。場所はフランス。無事葬式を終えてお父さんとチャージベンチに座って話していると、突然見知らぬ顔の男女2人が A さんに訪ねてきて話があると言うんです。なので席を外して外でおじさんとおばさんと話すことになるんです。あなたお孫さんよね。そうだよと答えると、あなたのおじいさんからお預かり物があるからもしよかったら引き受けてくれないと頼まれたそうなんですね。軽いノリでね、形見かなんかだろうと思っていいよって答えました。では後日こちらの住所を訪ねてくださいと指示されるんです。そして A さんは後日その指定された住所に車を1時間走らせて向かうんですけど、現場についてみるとどうやらそこは普通の弁護士事務所で、中に入るとこちらもまた中年男性が待ち受けていました。おじい様からの預かり物を引き取りに来ましたって言ったら、あなたがお孫さんか、はいはいっつって話を全部理解している様子なんです。そこで A さんはおじい様の預かり物のお話をされるんです。まずその男性は古い巻物を取り出してきて、そこには A さんの歴代のご先祖が書かれていました。ローマから逃れてフランスにやってきてどうやらこうやらって、そしてどのご先祖様が有名な秘密結社に所属していたことについても話されるんです。そう、亡くなったおじい様も秘密結社に所属していたと告げられるんです。A さんはそのことを当然のようにしてたんですね。そんな驚くこともなく、フランスだしね。ただそのおじい様は組織の中でも特殊な役割があって、その役割というのが秘密結社のある書物を守るというものでした。ここでも A さんは軽いノリで、おじいちゃんの遺品、いいよいいよもらうよみたいな感じで引き受けるんですね。そしたらその鍵をもらって、その鍵もね、ハリーポッターに出てくるんじゃないかってぐらい古いものなんですけど、今度はその書物がある場所を指定されるんです。後日その場所を訪ねてみると、そこはフランスの大都会にある教会で、入り口に着くとスタッフの方がいて、で私こういうものでって話したら、分かってる様子で、あなたはねつってね、電話を誰かにかけてて、そしたらね30分後ぐらいに案内人がやってくるんです。その方についていくと、教会の奥の方に案内されて、感覚的には地下2階ぐらい階段を下がっていき、殺風景で光の入らない寒い空間に案内されたそうです。荷物や電子機器を預けて帯状に広がっている部屋の一つの扉を入ると、なんとそこには大量の書物が並べられている図書室が広がっていました。 A さんその時ちょっとビビっちゃって、そしたら案内人にこの図書室の案内書のような本を手渡されるんです。この図書室は何なのかみんな気になるでしょ。続きはオンラインサロンで嘘々ちゃんと話します。どうやらこの図書室には歴史、実際に起きたこと、これから起こりうるであろう未来のことが3セットで書かれているんです。古いものだとそれこそ司会文書のような用紙紙にヘブライ語、ギリシャ語で書かれている巻物もあれば、最近になればね、タイプライターとかね、パソコンも登場したので書類になっているそうです。そう、なんと有名秘密結社が古代のことから、そして実際に起きたこと、そして未来のことまで全てね、本っていう形で図書室に収めているんです。これは秘められた図書室、誰も入ることができない A さん以外。この図書室は世界各地19カ所に存在していて、それぞれの場所にユダヤの預言者の名前が割り振れられているんです。なぜ19カ所かというと、預言者が19人いて、その一人一人にちなんだ図書室があるそうなんです。なのでこの図書室にアクセスできる人物、世界に19人います。 A さんの図書室にある本の表紙にはハバククって書いてあります。ハバククはユダヤ王国の預言者の一人です。では A さんの役割は何なのか。この図書室に書かれている内容をなんと世に出すことなんだそうです。これね、本当嘘のような本当の話らしいんですけども、ダヴィンチコードかって思うでしょ。なんとその本の案内書のページに、その本のね、この図書室にアクセスできる人物の名前が書いてあるんですね。そこになんと A さんの名前も書かれているんです。意味わかんないでしょ。何十人の名前、聖なんちゃらなんちゃら、聖なんちゃらとか聖職者によくあるような名前が書かれているんですけど、たまたまそこに A さんの名前が書かれているんです。もちろんたまたまじゃないんだけどね、そのおじい様が自分のね、お孫さんにそこにアクセスできる権利を与えるっていう意味で名前を付けたんですけど、その書かれている名前、男性は何十人の名前が書かれているんですけど、女性はなんと
一つだけなんです。その読む資格があるのは一つだけの名前。皆さんわかりますか？これ、あえて言わないでおきますね。ちなみに A さんはその一つだけの名前です。A さんそこでビビっちゃったそうなんですね。いや、自分にそんな権利ないよと。なんで普通に生きてきたのになんでこんなね、大きな責任をね、押し付けられるのか。なのでそこではね、多くリサーチをしなくてすぐその図書室を出たんです。ただ、そっからね、その僕と知り合って、僕がいろいろこういったね、活動をしている。その A さんも自分にもそういった使命があるのかもしれないと思って、再びね、その図書室に行ってくれたんです。そこで、今回ね、いくつか情報を取ってきてくれたんです。その情報の一部を今日ね、皆さんに紹介したいと思います。本当は内緒だけど、本当はね、特別な手続きとか申請とかが必要なんですよ。今回特別にね、皆さんに紹介します。残りは皆さんに申し訳ないですけど、オンラインサロンの方に少しずつ投稿していきたいと思います。では、何が書かれていたのか。まずは歴史となるとやっぱ気になるのがピラミッド。当時の技術を駆使したとしてもあまりにも不可解な存在だと言われています。一般的にピラミッドは当時エジプトを治めるファラオのクフ王、カフラ王、メンカウラ王の3人の王の霊魂を守り、彼らの死後の旅を助ける役割を果たすという考えがありました。大きければ大きいほど当時の権力の大きさを示します。いや、大きさ関係ないって言うけどね、問題は硬さだと。しかし例の図書室にはそれ以外の役割も記されていました。それが王の蘇り。古代エジプトには死者の書というものがあり、そこには死後体から離れた魂の行方が書いてあります。簡単に説明すると、死後あの世へ行った魂は天秤にかけられ、罪の重さがなければ転生できるというものです。そして古代エジプト王や権力者は蘇ることで一人の神になれると考えていました。そしてもう一つ、当時人体の体と魂は別々に存在し、体は魂の入る器だと考えられていました。だから死者の書には魂の旅と書いてあるんです。そこでさっきピラミッドの大きさは権力の大きさと言いましたよね。しかしピラミッドのもう一つの意味は魂の器の大きさを表しているんです。やっぱ物理的なね、大きさじゃなくて器の大きさだよね。壁画とか像とかになっている古代の神って普通の人類より大きく描かれたり作られたりしますよね。それは簡単に言えば神は文字通り存在自体が大きな存在なので大きく描かれているんです。ならばその王たちは死んだ後神になるのなら、その魂をね入れる器が大きくなきゃいけませんよね。ピラミッドがその器の役割を果たすと考えられていたんです。ピラミッドは神の魂が入る予定の器の意味を持っていたと。こんな岩で建てられた建造物が体になるとはね考えられませんけど、ただ岩で組み立てるだけでなく、文字通り器を作りたかった彼らはなんと人間の臓器を大量に壺などに入れて埋めて配置していったんです。本当に彼らは物理的なその肉体をね作りたかったそうなんですね。続いてのお話は天使の由来。みんなこの天使の姿がどうやって誕生したか知ってます？はい、なんとこんなこともね書物に書かれているんです。天使という概念は紀元前2000年前後から生まれたと言われていますけど、当時はまだ人間の姿をしておらず、どちらかというと神寄りの姿を想像されていたんです。ただいつしか天使は僕たちの知っている翼の生えた可愛らしい姿として描かれるようになりましたよね。その由来がなんと人体の脳だというんです。ここでピンときた人がいたらあなた天才です。人体の解剖の歴史は古く、表に出ている文献に載っているものでも紀元前3000年以上も前だとされています。しかしこの頃の解剖って言っても、今のようにね精密なものではなく、大まかな骨の構造、人体の構造にとどまっていたんです。それは解剖に使う道具、今でいう刃物の精密さに関係していたからなんです。ちょっとグロい話になっちゃうんだけど、体を解剖するとなると、それなりにね鋭利な刃物が必要になっちゃいますよね。そのなんかね丸い石なんかでその体を解剖しようとしてもぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないですか。しかし時代が進み、争いが多く行われることで武器がより強力になっていき、刃物がより鋭利なものに進化していったんです。エジプトとバビロニアの対立、エジプトとギリシャ、ローマの対立など多くの犠牲者が出る中、それと同時にその犠牲者になった人々の人体を哲学者や医学者たちがこぞって研究し、その分野を開拓していったんです。そこで脳の研究が進み、なんと結果的に翼の生えた天使が誕生したんです。こちらをご覧ください。脳を鋭利な刃物で横にスパーッと切った断面図なんですけど、見えましたか？そう、こちらに翼の生えた人のような姿が浮かび上がるんです。そんなんでって思うかもしれないけど、当時の人々からしたら宗教は人々の根本に存在し、神の使いが存在していると信じられていたんです。脳を解剖した結果、翼の生えた人が見えたということで、神の使いは脳に直接神のお告げをするという意味では、そこに天使、神のお告げを見出したんでしょうね。はい、このようなことも図書室に書かれているんです。なぜかというと、研究者とかなんか哲学者とかそういう学者さんがその研究資料みたいなのをそこに
に書いていくそうなんですね。まだ公開されていないものも。はい、ここから面白くなりますよ。これからお話しするのは未来のことです。今年ね、2023年に書かれた内容、まだ世の中には公開されていないある秘密の研究施設についてです。2013年からとある島に研究施設が存在しているんですけど、その施設の目的は島の地下に存在している特殊な環境とそこに生息している植物、生物の保護と研究を行うため、島とその一帯が保護区とされているんです。研究施設は島の地下、石灰岩で形成された洞窟の奥深くに広く建設されているので、洞窟内の美しい鍾乳石と固有の環境は自然と維持されているんです。島の中にある2区126と呼ばれている入り口から地下へと降りていくと、鍾乳洞と洞窟を含む広大な地下領域が広がっていて、そこでは独自の進化を遂げた植物と生物が確認されているんですけど、今回この本に記載されていた内容では、なんと島で新しく研究された地下の水生生物群と洞窟内に広がる地下水脈が育む独特の生物群についてなんです。これらの生物は透明な甲殻類や目のない魚類が地下水液を栄養源として生息し、暗闇に適応した特殊な感覚を持っているんです。洞窟内に生息する昆虫は地下の特有な環境に適応した進化を遂げ、触覚や化学感覚を駆使して環境と対話し、特にね、植物を見つける能力が発達していると判明したんです。哺乳類に関しては洞窟内の暗闇に適応したものが存在してて、鋭い感覚を持ち、さらに酸素の消費量も少ないことが判明したこと、地熱帯植物という地下の一部エリアで地熱を利用して成長する得意な植物群が地熱からの熱源を利用し、暗闇でも光合成を行う能力を持っているなどの報告がされたんです。なんでこれら生物の研究に力を入れているのかというと、その鍵となるのがこれからお話しする生物。研究者たちが注目しているのがオーカーという生物についてで、なんとこのオーカーの生態系が宇宙での環境適応の鍵だとされているんです。オーカーという生物は暗闇に適応した独特な感覚系を持ち、周囲の環境に溶け込むような特殊な特徴を持っています。なぜそれが可能なのか、オーカーの持つ生態系に関係しているんです。オーカーは微弱な光に反応する生物で、その捉えた光の種類によって行動を変化させ、さらに自らも体を発光させ、仲間とのコミュニケーションに用いるんです。オーカーに関してのその難しい DNA とか遺伝子とかいろいろなことが書かれてたんだけど、難しいから今回はそれ省いといて、結果だけ説明すると、オーカーの持つ特定の光受容体と転写因子が光に反応して、さらに特定の遺伝子が活性化することが判明し、これはオーカーが外部または同族間での光の刺激によって遺伝子の活性化が促され、短期間で自身の生態系プログラムを変化させ、環境に適応していることを表しています。ちょっと難しいので簡単にチャット GPT に直してもらったら、オーカーには光を感じ取るセンサーと特別なスイッチがあり、そのセンサーが光を感じるとスイッチが作動し、特定の遺伝子が働き始める。これによってオーカーは光の情報を使って自分の働き方を素早く変えて環境に合わせて生きることができます。これはまるで光の情報をもとに自分のプログラムをアップデートするようなものですということらしいです。例えるとしたら、いつもより冷たい水に移動したオーカーが仲間の間で水が冷たいということを光を使って教え合い、次にそのオーカーたちが新たに生まれてきた個体は冷たい光に適応した体を持って生まれてくるということなんです。かなりそういうことだよね。その次の世代に生まれてくる子供たちはその新たなね環境に適応した体となって生まれてくるそうなんです。その成長のスピードがとんでもなく速いんだよね。これは酸素が薄い、暑い、敵がいる、食べ物の入手方法などあらゆる環境に適応できることを示しているんです。なのでこの DNA こそ人類の様々な環境への適応のヒントと見られているんです。でもなんでこの研究施設やその生態系は公表されていないのか。それは島に存在している生態系のほとんどがまだ世に発表されていない新種、あるいは未知の生態系だからなんです。俺がね今こうやってね公表しちゃってるんですけど、やばいことだったらみんなちょっとね黙っててほしいんだけど、最もこの島にある生態系は2018年から進める宇宙保護区で適応できる進化を期待できるものが存在しているとされ、科学者たちが新しい生物種や生態系を研究する場として利用しているんです。もうわかりますよね。これら生物の特殊な性質を利用して僕たち人類にも適応させたいんです。そう、彼らは人類の成長を DNA レベルで行っているんです。それは宇宙環境など様々な環境に適応することができるようになるため、そう、彼らはね、皆さんが思っているよりその DNA とか遺伝子のことを気にしています。前回の優生学のお話にもつながってくるんですけど、これからお話しする最後の話はかなり過激なので、本当に過激なので慎重に話します。世界を操っているエリートたちは何のためにね世界を操っているのか、自分たちの利益のためなのか、それもあるかもしれない。だって彼らは本当に自分た
たちの思想が優れているものだと思ってて、その人類を成長、人類の矛先を決めてあげているっていうスタンスなんです。人類成長のための決断をしていると思っているんです。これが何を意味するのか、もしも世界がこのままいけば地球は滅んでしまうとして、人類はどう行動するべきなのか、環境、資源問題や動物たちの共存、様々な問題がありますが、これってある意味人間がいなければ解決する問題なのかもしれないけど、それだともちろん極端すぎる。なので彼らが導き出した答えは、人類が成長し、進歩し、精神的にも成長すること。知能ある人類が全体的に成長することで地球、宇宙を理解し、全ての生命と共存していく。しかしここからが問題です。全ての人類が成長できるかという点。倫理とか一旦捨てて、野菜とか育てたことある人ならわかると思いますけど、野菜を立派に育てる過程で初期の段階から間引きを行います。野菜の間引きとは、野菜の苗が密集して生えてきた時にその中の一部を取り除く行為を示します。想像してみてください。子供たちが小さな部屋で手を伸ばしたり遊んだりするための十分なスペースがないと窮屈で遊ぶのが難しくなりますよね。同じように苗たちも成長するためのスペースが必要です。苗たちが近すぎると土の栄養や水、太陽の光を十分に受け取ることができなくなります。だからガーデナーは間引きを行い、残った苗が健康に育つようにスペースを作り出します。間引かれた苗は他の苗が大きく成長するための邪魔をしないように取り除かれます。この間引きによって残った野菜の苗はより健康に、そして大きく育つことができます。ただこの例えはもちろん植物であり、もしこれをね人類に置き換えたらどうなのか、有名な理論で割れ窓理論というものがあります。これはアメリカの犯罪学者ジョージ・ケリングが考察したもので、一つの窓を割れたまま放置すると結果的に犯罪などが起こりやすくなるというものです。ここからが本題ですけど、彼らは本当の意味で人類の成長研究を行っています。ただ同時に間引きという行為も必要だと考えているんです。そして恐ろしく残酷なのが、誰が間引きされるのかというのはもう決まっているんです。さらにそれはすでに何年も前から実行に移され、今もなお継続されています。その対象になる人類にはちゃんとした根拠があり、 DNA レベルではもう成長はないと判断されているんです。言い方は悪いですが、対象である人類の使い道は身体的特徴のみで、この特徴に関しては技術的に意図的に DNA に反映させることが可能なので、その人類自体は必要がないと判断されているんです。一応その書物にはね、具体的にどの人種でどの国なのかっていうことも記載されているんです。僕はねそれを見させてもらいましたけど、もちろんこれネット上でそんなことを言えるわけもないので、あえてねヒントで言うなら、分かりやすくその人種をね根絶させようとしたら、それは倫理的にねもうおかしいってなって世界から非難されますよね。なので彼らがやっているやり方っていうのは、その種のネガティブキャンペーン。この世界は彼らの手のひらの上で自由自在に回されています。戦争、紛争、飢餓、汚染を自由に起こせます。普段から世界情勢を操っているので、この対象の地域は害のあるものだと他者の意識に植え付けているんです。みんながニュースを見た時に、この国は怖いなとか、ここは争いばかりしてる、この人種はなんか野蛮な人々だって感じる国、人種が対象になっているということです。この使用されている映像にヒントはないですからね、皆さん。これね言葉にはめて使ってるだけなので、ただ僕がねその周りのね仲のいい知識人たちにこういう話をね軽いノリで振ってみると、僕が答えを言う前に彼らは答えてきます。その的中させて、世界情勢とか様々なことを勉強してる人たちからしたら結構当たり前のような話で、そりゃそうだよみたいな感じでみんな言うんですね。何年前から行ってるよっていう。一応この書物に書かれてたのはもう今結構最終段階になって、ここからさらに加速すると言われています。これはあくまで計画書であり予言書ではないので、確実に起こるというわけではないです。天変地異のようなことが起きてね、その世界のバランスが崩れるとまた違う方向に転がるかもしれないし、みんなの意識次第でもあると思う。いかがでしょうか。今日話したことは全て事実です。 A さんも僕もねどれぐらいやばい話なのかとかもわかんないですけど、このアンダーグラウンドのところで、これがアンダーグラウンドなのかわかんないけど、アンダーグラウンドのところでみんなでこういったことをね勉強して、その意識、精神的なものをね高めていこうっていう考えではあります。僕自身ね、いろんなね本当にそんな多くはないんですけど、取ってきた情報って限られた期間で取ってきたものなので、ただいろいろ他にも情報があるので、オンラインサロンの方ではねちょいちょいね投稿していこうと思います今後。ではね、皆さんの意見もぜひ聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。